まだ騒いでますね、あの人たちは。そうですね。おめでとうございます。お嬢様のフェリチータの積み上げてきたものの結果です。え？フェリチータ。フェリチータ。フェリチータ。あなたこそ照れ隠しを見せない強さをいつの間に身につけたのですか？フェリチータ。夜分申し訳ありません。総督がお呼びです。寝ているふりをしましょう。夜分すまぬ。明日にはもう立つというので、無礼は承知で呼ばせてもらった。いえ。ところで、なぜお前がいる？は？私はフェリチータを呼んだのであって、そなたを呼んだ覚えはない。両方だな。フェリチータ。なるほど。恋人らしいを通り越して、いきなり夫婦の関係値になってしまったわけだな。道理でルカがつまらぬ顔をしているわけだ。はあ。いえ、失礼しました。個人的にお呼びだったと考えて随分態度を崩していました。よい。では手短に済ませよう。座ってくれ。改めて礼を言わせてくれ。そなたの力を尽くし、このノルディアを救ってくれたこと、感謝する。そうだな。だが、そなたがいなければ成し得なかった。私の知る範囲ではあるが、知りたいことにはすべて答えよう。今までのらりくらりとそなたらの問いに対し明確な答えを出さなかったのは見極めていたからだ。そして今日そなたらに返しきれぬほどの恩を負った。だからこそ
答えよう。そなたらに。そのままだな。ウィル自身のことだ。私も先代も先々代も、私の知る限りのあがたは皆重かったようだな。そもそも私がこのような物言いなのも考え方なのも、すべてが初代から受け継がれた形なのだ。だがまあ、慣れれば苦痛でも何でもない。貴族とはある種、形を受け継ぐ者たちのことだ。アクアテンペスタのことはどうやって知ったのですか？総督家のみに伝わる史書だな。だがこれはここだけの話だ。長い話になる。多少はしょらせてもらおう。よいか？もちろんです。ウィルはレガーロの商家に生まれたそうだ。恨みを買うような商いをする家で、彼が10代の頃、家が襲われ路頭に迷ったらしい。だがあやつはもともと絵描きを志していてな。ではタロッコの絵は？そう。ウィルがその道を志そうと決めたきっかけの作品だそうだ。だが、そうそう無名の画家に金をつぎ込んでくれるものなど見つからない。そこへやってきたのが、当時、ノルドという軍島国の最南端にある島、ノルディアの領主、アガタだった。彼女は変わり者で、ウィルのパトロンになり、資金的な援助の傍ら、駒使いとして家へ置いたそうだ。変わり者と言われるゆえん、それが錬金術だ。ウィルはアガタにのめり込むようにして、錬金術師としての才能を開花させていった。賢者の石を作ったのはアガタだ。それとウィルの作品から生まれたのが、そなたらの家に伝わるタロッコだ。そんな話が。信じる信じないは自由だぞ。事実がどう曲がっているかなど立証できる者は一人もいない。これはあくまでも私が知る事実だ。恥ずかしい話だが、私は自分の息子テオドールがウィルに救われてから初めて賢者の石というものを知った。普通に生きていて得る知識ではありません。ああ、その通りだ。だが、歴代のアガタ、その多くはウィルを畏敬した。私はウィルなど表面的にいなせばいいと考える一族でも異端のものだ。たった一人にしか使えない技術などというものは必ず廃れ絶えていく。ならば私は大多数でなせることをしてやろうと今のノルディアの形を作ったのだ。私はそれをウィルに頼らず成し遂げることができた。
だが、奴への知識を持たなかったために、息子をむごい道へと追いやってしまった。すまぬ。最後のは私の懺悔だな。テオですか。ああ、テオドールとセラフィーノは同じ年だ。だが、テオドールの姿は一度命を落としたその時のまま。あの石は人の命の上に成り立つもの。タロッコが最終的に行き着くのは賢者の石としてのサガだ。過去の世界たちも皆死した後、タロッコの中に吸収されると聞いた。ありえない話ではありません。その事実はアルカナファミリアには伝わっていないだろう。当然だ。生贄がいなくなるようなものなのだからな。ウィルはタロッコの存在と存在し続けるための術は用意した。だがその後はタロッコの中に宿った意志がある。あやつはそれに対し法則に従った手の出し方しかできない。いかに制作者といえど、そこは覆らない。それは難しいですね。歴代のアガタは皆それを知りながら、自らの命と島の壊滅を恐れ、レガーロに伝えなかった。知ったところで何ができる？できないことの方が多いだろう。いや、できることなど一つもない。ならば、伝えぬことに罪はない。だが、私はそなたたちならば、この試練を乗り越えられるだろう。そう考えた。アクアテンペスタを乗り越える。今宵、私の招きに応じる。二人でこの話を聞く。どれか一つが欠けたら、私はここまで話さなかっただろう。重すぎて一人で支えられる話ではないからな。もしこれが別の運命の上に成り立つ話の中で、そなたがルカ以外を連れてきたとしても、私は同じ決断をしただろう。我々には手は出せない。だがお前たちには同等の力がある。自らの手で解決する方法がないはずはない。その先でアルカナファミリアで居続けるのか、別の存在になるのか、それはそなたらの決断だ。どんな決断をしようと、私はそなたらとの変わらぬ友誼を誓おう。決められた運命に対し抗う同志として、我々の誓いがどれほど重いかは、一月に満たない時間ながら共にいて分かったであろう。私からの話はこれで終わりだ。ノルディア最後の夜をゆるりと過ごすがよい。